スコットランド生活2年目の中国人夫が食べたいなぁと時々ぼやくもの、何だと思いますか？答えは餃子です。日本の焼き餃子ではなく中国の水餃子。私も食べたい。というわけで一年発起、スコットランドで水餃子を作ってみることにしました。日本で餃子を作ったことはそれなりにありますが、皮は当たり前にスーパーで買っていました。スコットランドの庶民スーパーには餃子の皮は売っていませんし、中国では餃子は皮から作るもの。人生初、皮から手作りする水餃子。案の定と言いますか、ミスを連発することになるのです。餃子の皮の材料は小麦粉と水、塩少々。小麦粉は強力粉か中力粉らしいのですが、近所のスーパーで売っている小麦粉はプレーンフラワーとストロングブレッドフラワー。後者が多分強力粉っぽい雰囲気ですが、よくわからないので2つを混ぜ合わせてみます。塩はちょっとだけ。入れなくてもいけるみたいです。水は混ぜながら少しずつ入れていきます。最終的に耳たぶより少し硬いくらいになれば OK です。中国は広いので地域によって食文化もちょっとずつ違い、餃子をよく食べるのは北部地域です。中国では餃子といえば水餃子であって焼き餃子ではありません。皮は日本の餃子よりも厚めでもちもち。主食として食べられています。以前、夫の親戚に日本では餃子をお米と一緒に食べると言ったら、何それ嘘でしょという感じで笑っていました。お好み焼きをおかずにご飯を食べるという文化に関東出身の私が違和感を覚えるのと同じようなものでしょうか。生地がいい感じの硬さにまとまって表面が滑らかになったら30分から1時間ほど寝かせます。実はこの時、水分量が若干多すぎたせいで少し柔らかすぎに仕上がっています。後で大変な思いをするのですが、何も気がついておりません。生地を休ませている間に餃子のあんを作ってしまいましょう。今回は一番ベーシックな豚肉と白菜です。材料は日本の餃子とそんなに変わりません。豚ひき肉。これは世界どこでも共通ですね、きっと。脂肪分 5% って書いてありますね。油控えめなのがヨーロッパらしいんでしょうか。白菜。以前は近所の庶民スーパーでは売っていなかったのですが、最近たまに見かけるようになりました。小ぶりですが、東アジア人は喜びます。ネギ。日本のネギより細くて小さいスプリングオニオン。味はほぼ一緒です。生姜。これは日本のと全く同じですね。ニンニクは入れません。餃子にニンニクが入るのは日本スタイルみたいです。うっかり入れるところでした。今回は中国式でいきましょう。白菜はひき肉と同じ重さぐらいを使います。細かく切って塩を振り、10分ぐらい置いて水気をよく切って使います。水分が多いと皮で包むときにやりづらくなってしまいます。実は今回この水切りが甘かったみたいですが、失敗に気がつくのはもう少し後になります。ネギは日本のネギなら1本分入れるところなので、スプリングオニオン1束全部入れちゃいましょう。今回はこういう切り方にしてますが、もうちょっと細かくみじん切りにした方が良さそうです。生姜はこのくらいすりおろします。欧米の縦型すりおろし器、私はなんだか苦手で、爪を削ってしまうことがしばしば。使い方が良くないんでしょうか。材料を全部ボウルに入れたら調味料投入です。アジアスーパーで買ったごま油。醤油。これは中国のめちゃくちゃ濃い醤油なので、ほんのちょっとだけ。酒。料理酒がないので白ワインで勘弁してください。塩を少しと白胡椒がなかったのでブラックペッパーでよしとします。よく混ぜたらあんの完成です。いろいろごまかしたけど匂いはちゃんと餃子のあんになりました。あんができたところで休ませた生地を皮に形成します。
打ち粉を引いて生地を細く伸ばして1枚分に切ります。切れ目を下にして潰し、丸く伸ばします。本当は伸ばすのに綿棒を使うんですが、我が家にはございません。手で無理やり伸ばします。この時、皮の真ん中が厚めで、周りが薄くなるようにすると、あんを包んだ時破れにくくなるそうです。この時の私、できた皮をどんどんお皿の上に乗せて重ねていってます。これ、後で大変なことになります。皮を形成するとき大事なのが、打ち粉をしっかり使うこと。作った皮一枚一枚にもきちんと粉をまぶします。これをしないとせっかく作った皮同士がくっついて台無しになります。皮もあんも準備 OK。いよいよ餃子作りの醍醐味、包む時間です。あんを皮の中央に乗せ、半分に折って真ん中をなんとなく止めて、左右をギュッと押さえて閉じます。日本ではひだをきれいに作りますが、夫のお母さんに教わったのは右端と左端をギュッと指で挟むやり方。中国ではいろんなやり方があるそうで、日本ほどひだを重視してないみたいです。夫が育った中国北部の家庭では普段から餃子を手作りするそうですが、特に春節、いわゆる旧正月には欠かせない食べ物というかイベントです。親戚がキッチンに集まって皮を作り、皮ができたら子供たちも動員してみんなで具を包みます。びっくりしたのが中にコインを入れること。餃子全部ではなく、いくつかにコインを仕込んでおいて、食べる時にコイン入りが当たった人はその年の金運が良くなるんだそうです。ちょっとしたおまじないというかゲーム感覚でしょうか。夫は小さい頃コイン入り餃子を探すのに必死だったそうです。コインはもちろん洗ってから入れていました。最近では衛生面からやらない家庭も増えているみたいです。ところで皮同士がくっついてしまっていますね。原因は皮が柔らかすぎたのと、皮を形成するときにまぶす小麦粉が不十分だったこと。せっかく皮の形にしたのに台無しになっています。仕方なくちぎって一つ一つ再形成しながら包んでいくのでした。これに加えてあんの水分が多くてやりづらい。下の方から取らず上の方から取るようにして、なんとかビシャビシャを回避しています。さて、初めての水餃子作りも大詰め。茹でる段階までやってきました。日本ではよく冷凍水餃子を茹でていたので、茹でるのは初めてじゃありません。お湯をたっぷり沸かし、餃子を入れて、くっつかないように軽く混ぜます。蓋をして火を弱めて再沸騰を待ちます。沸騰したら水を加え、再び蓋をして沸騰させます。これを3回繰り返します。2、3回がいいって言われていて、人によって違うかもですが、夫は3回沸騰させる派なので私もそれに従います。実はここでもミスを犯しているんです。水を追加するときは吹きこぼれる直前まで待たないといけません。以前やっていたとはいえ、2年もブランクがあると忘れてしまうものですね。ちなみにこの時の茹で汁は捨てずに飲む人もいます。夫のお父さんも絶対飲む派。夫本人も確か以前は好きで飲んでいたのですが、私が飲みたがらないのでいつの間にか飲まなくなり、この時も普通に捨ててしまいました。作り始めて数時間、中国式水餃子ようやく完成です。これを見た時点で夫は大興奮。新年みたいな感じがすると嬉しそうにしていました。ちょっといびつで皮は厚めになっちゃいましたが、それでも2年ぶりの餃子です。日本では餃子につけるのは醤油。お好みで酢とラー油を入れますよね。これも中国ではちょっと違います。個人差もありますが、私たちがいつも使っているのはローガンマンのトーチラー油。夫手作りの激辛ラー油。黒酢。そしてごま油を少し。日本では業務スーパーで買った刻みニンニクを入れていたのですが、
今回は刻むのが面倒だったので勝手に割愛させていただきました。さて、2年ぶりに食べる水餃子のお味は？思ったよりもかなりいけました。美味しいブルーに入れて大丈夫そうです。でもやっぱり皮が分厚すぎる。皮の中心に火が通ってないものもあり、味はそんなに悪くないけど皮が重たすぎます。まだ餃子のあんがたっぷり余っていたので、夫からアドバイスをもらって翌日再チャレンジすることにしました。ここからはそのリベンジの様子です。皮は前回より水分を控えめにして少し固めにしました。そして皮を形成するときはたっぷり打ち粉をします。作った皮にも両面しっかり粉をまぶしてくっつきを防止。前回の事故は二度と繰り返したくありません。あんは前日に作ったシャバシャバあんの残りです。夫が絞って水分を抜いてくれました。できた皮で包む際も粉を忘れずしっかりまぶしていきます。茹でるときは吹きこぼれる直前まで待ってから水を出します。そしてできたのがこちら。前日の失敗版と比べるとだいぶマシなのではないでしょうか。夫は劇的に良くなってる、すごいと言ってくれました。まあ過剰評価ですけど。私が手作り餃子を作ったのがよほど嬉しかったのか、夫は中国の家族にもビデオ通話でご報告。料理好きのお父さんからお褒めの言葉をいただけました。初回に比べて改善はできましたが、やっぱり皮をもうちょっと薄くしたいところです。綿棒がないからやりづらいけど、次作るときはなんとか薄くできるように頑張ります。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。